もともと親戚が剣道をしていて興味あって、で中学校の部活をきっかけに入って中高、その後は本当に細々としかやってないですけど、細々やってますはい、私は、小学校の時に近所の人がやってたのを見て体験で行ってから、妹がやりたいって言って私もやりだして、地元の道場でやってから、中学校別な道場にもう一回入り直して中高とやっていて、その後はたまに頼まれて社会人の大会に出るぐらいで、小学生中学生とやるぐらいで細々やっています。実際どうでした？剣道は、やってる時中高とかだと結構稽古がきつくて、ちょっとあんまり剣道にいいイメージを持たないで、その離れちゃう人も結構いると思うんですけど、やってる時っていうのは剣道に対してどんなイメージを？楽しいとしか思ってない。稽古きついなっていうのはあったけど、楽しいなっていうのが大きかったです。じゃあ剣道に対してはずっといいイメージが？いいイメージが。臭いくらい。臭いくらい。あ、そうだね。私はきつくて正直やめたいなとも思ったんですけど、なんかやめたいと思ってもやめるまでは至らず、結局なんだかんだ楽しいんだなっていうのが続いて、なんだかんだここまでやってます今お話にもあったんですけど、剣道の楽しいところってお二人はどんなところにあるかなというふうに思われますか？楽しい点、そうですね。何かしら技決まった時とかは普通に楽しいなっていうのと、剣道を通して結構いろんな人とつながり持てるっていうのが楽しいっていうかいい点だなと貢献し合えてるからね。そうですそうです、そんな感じ。私は涼子ちゃんと同じところもあるんですけど、なんて言うんでしょう、道場の中に入るとなんて言うんでしょう、こう余計なことを考えないで、なんか無心になれるというか、なんか黙想してる時とかもそうなんですけど、そういうところがやっぱり他の考えてることを一回リセットしてできるっていうか、そういうところではなんて言うんでしょう、自分を見つめ直せるいい機会というか、いいものかなっていうふうには思います。それぞれ入社のきっかけっていうのはどういうことなんでしょうか？きっかけはどんな形でも剣道に携わってたいなっていうのは剣道してた時からあったので、思ってた時にちょうど社長から声がかかって、入ろうみたいな。なるほど。はい。私もちょうど前職を辞めて、でもやっぱり剣道に関わることをしたい。剣道は多分なんだかんだ一生続けるんだろう、続けたいなっていう気持ちがあって思ってる時に、やっぱり弟の高校の時の指導してくださった社長に声をかけていただいて、社長の人柄とかも、あとやっぱり携われるっていうのもあって、そう思って入社しました。いろいろありますけど、自分が中学校の部活から剣道始めたので、初心者の同じような中学校の部活から始めるっていう初心者の子と、あと、お母さんとかといらして、いろいろその提案できた時は、勝手に親近感も湧いてるっていうのもあって、なんか頑張れって思いながら自分の昔の状況にそうですね、重重なる部分があるなと。
ぱ中学校からだと始めづらいっていうか、防具屋さんとか来ても聞きづらいみたいなことやっぱあったんですか？中学校の時はそうですね。全く何もわからない状態なので、聞きづらいなっていうのがあって、だから、わかんないだろうなって自分が思ってたので、それを先に伝えられるっていうのが伝えられた時に、あ、そうなんだとかわかんなかったって言われたら、あ、よかったなるほど。なります。じゃあまあスタッフとしての強みというですね。そうですね。初心者の方が来た時に同じ経験だったからこそみたいな。はい。素晴らしい。やりがいというところですね。そうですね。やりがいといえば、なんて言うんでしょう。正直な話、高校とかまでは、その、防具に関してとか、市内に関してもこだわりがなかったので、ただ単に、まあ、安く買ってもらえたからそれ使おうとか、そういうのがあったので、やっぱり、この業界に入ったからこそ、防具の一つ一つの、こういう特徴があるとか、こういうふうに使いやすいとかっていうのも勉強できて、まあ前よりももっと剣道が好きになったなっていうのもありますし、あと、やっぱりこの業界に入ったからこそ、まあ今までもちょこちょこ道場さんの大会とかで審判したり、こう見に行ったりとかしてたので、そういう人たちとまた改めて自己紹介したり、お話ししたりとかできて、またいろんな道場さんの、これぐらい人数いるんだよとか、そこは強いとかっていうのももっと情報として入ってくるので、それがすごい面白いんだっていうふうに思います。まあよりやっぱり東北といえば大須賀武道部って言ってもらえるように、やっぱり社長もしていきたいってことなので、私たちはそれに従いつつ、やっぱり私たちもそのために社長がやっぱりそういうビジョンがある中で、やっぱりそれに少しでも役に立てるようにしていきたいなと思うので、そういったところはありますし、あと YouTube チャンネルとか、あとインスタとか Facebook とかもあるので、そういったところでもやっぱりみんなに親しみを持ってもらいつつ、私たちもまあそんなにまだ知識はないんですけど、少しずつ剣道ってこういう感じだよとか、そういったところでも皆さんに発信できたらなっていうふうに思います。まあ徐々に今後 SNS での投稿とかも始めると思うんですけれども、はい、あれですかね、じゃあそういう親しみ持ってもらえるような存在になるっていうのが目的。はい、一応他の武道具屋さんとか、あと YouTuber さんとかも最近増えてると思うんですけど、そういったところとはまた違う雰囲気とか、あとまあ少し似たようなこともありつつ、でも分かりやすくできたらいいかなとは思いますね。やっぱり社長としてもやっぱりおしゃれな感じのお店でみんな入りやすいとか、そういった雰囲気とかをやっぱり社長としても考えてこういうお店に少しずつしているので、まあ、私たちとしても接客で初心者の方とか知識がない方、あとまあ知識があったとしても、まあ、どのお客さんにも親しみを持って入りやすい雰囲気とか作りを私たちも考えながらやっていきたいと思ってます。そしてやっぱり社長も考えている通りに、やっぱり東北といえば大須賀武道具って言ってもらえるように、まあそれだけでなく、やっぱり今オンラインショップとかでもやっぱり防具とか販売とかしているので、そういったところでも県外、東北だけじゃなくて関東とかもう全国的にも少しずつああいうお店あるなとか、少しでも思ってもらえるような感じでやっていけたらいいなと思ってます。こちらです。ありがとうございます。